共和にを支持したい人って集めても2億円集まらないと思うんですけど、英語圏では2億円集まるんですよ。共和に行ってそれぐらい価値があるんですよ。死刑制度についてどう思いますか？死刑執行は行うべきと思いますか？僕思う派ですね。冤罪で死刑になってしまうのはどうかと思うんですけど、ただどう考えてもこれはもうこの人やったよね、自供もしてますみたいな、大阪の池田署を襲った拓磨容疑者被告人とかの方であれば、その人を生き残らせることに税金を使うのって損じゃねっていう。刑務所に入れとくと1人当たり年間400万円ぐらいかかるんですよね。監視の人件費だったりいろんなコストがかかって、で400万円かけて毎年生き残らせるべき人なのそれっていう。でそれぐらいだったらお金がない中真面目に働いてますっていう人にお金配った方がよくねっていうのがあるので、単純にコストの問題で死刑はあった方がいいと思ってる派です。ただ冤罪事件があるので、基本的には冤罪の可能性があるのであれば死刑にはするべきではないと思ってる派なんですけど、もう本人も認めてて、明らかにこれは死刑だよねっていうのであれば死刑っていう。なので僕朝原将校を死刑にするのはもったいない派です。朝原将校的な人というのが世の中には不正室のある種の能力者で、ああいう人がなぜそう考えて、なぜそれをやるに至ったのか。で、その能力だったり人を集めてしまったっていうのは、再現をするにはどういうことが必要なのかっていうのをちゃんと理解して、社会の中で同じようなことが起こらないようにするっていう教訓にすることに価値はあると思うんですよね。ただ拓磨さんの場合は別にそんなに学ぶべきことがないっていう。試験になりたくてやっちゃいましたって話で、じゃあそういう人を今後拓磨さんを研究することで減らせるのかっていうと、あんまり減らせないと思うんですよね。ただカルト宗教がある種法を逃れる形でお金を集めて、最終的にはオウム真理教の場合はサリンを撒くみたいな、政府を転覆させようみたいなことをやったので結果として潰されてなくなったんですけど、じゃあ政府を転覆とかをやらずに末端が違法行為だけをやり続けてお金稼ぎをするという団体が出てくる可能性はあるよね。じゃあそれをどうやって防ぐのかっていうのを考えていたとしたら、統一教会の金をめちゃめちゃ儲けるために宗教団体を使うっていうのはもうちょっと防げたかもしれないので、社会に対して役に立つかどうかっていう面で僕は朝原将校は生き残らせた方が良かったんじゃないかなと思ってます。とはいえ完全にはもう頭おかしくなっちゃったんで、話を聞けるような状態でもないから殺しても一緒じゃねっていう説もあるんですけど、朝原将校が頭おかしくなってるような状況っていうのが割と薬漬けにされてたっていうのもあるらしいんですよね。管理が楽なので、薬漬けじゃない状況であればひょっとしたら話をしたかもしれないっていうのもあったりするんじゃないかなと思うんですけど、もう娘が石鹸に来ても漏らしてたりとか、下半身いじってたりとか、人間としての理性はないよねっていう状況にはなってたっぽいんですけど、ただその方が管理が楽だからっていうので薬漬けにしたんじゃないかっていう説もあったりするので、なのでどうなのかなと思います。はい。共和の件本当に心を痛めています。数日前韓国の日本大使館で焼身自殺を図った犯人もガソリンを使用していました。今後このような死を拡大してくるのでしょうか。ひろきさんの考える再発防止策などはありますでしょうか。多分世界中割とそうなんですけど、自爆テロに対する防止策ってめちゃくちゃ難しいんですよ。それなりの公共の施設であればゲートを作って金属探知機を置いててできるんですけど、共和に行って民間なんですよ。で民間の人が入るのをチェックするのってめちゃくちゃ難しいんですよ。じゃあ例えば日本で言うと六本木ヒルズってありますと、六本木ヒルズに入って火をつけるってやろうと思ったら簡単にできるんですよね。六本木ヒルズって誰でも入れるわけじゃないですか。でそこに誰でも入れるところだから、じゃあリュックサックの中にガソリンと灯油とを7対3とかで混ぜて、なんとかカクテル、モトロフカクテル作って、でそれを入って持ってってわーって火つけて1回でボーンってやったら結構な人数死ぬと思うんですよ。でもそういうのってじゃあどうやって制限したらいいのっていうとすごく難しいんですよ。だって民間だから。国会とか役所とかであればコスト無視していくらでもセキュリティに金かけられるんですけど、民間ってセキュリティに金かけられる額って決まっちゃってるんですよ。なのでなかなか難しいんじゃないですかね、これ止めるのは。不幸な人を減らすっていうものすごく分かりやすいのが正解だと思うんですけど、今の日本って不幸な人を減らそうとしてるんじゃなくて、不幸な人を見なかったことにして無視するっていうのをやってる気がするんですよね。共和にの件はすごく残念です。人も資料を失われなかった。共和には今後復活できると思いますか。共和には復活できるかというと復活できると思います。復活するんじゃない。
4ちゃんっていう掲示板僕やってるんですけど、でそこで京アニに対しての寄付をしようよっていうのをやってるんですけど、寄付をやり始めたアメリカの人たちがいるんですけど、でその人たちが今払ってる金額って185万4249ドルなんですよ。なので京アニを支持したいっていう人がアメリカっていうか英語圏だけでだいたい2億円ぐらい集まるんですよ。日本人で多分京アニを支持したい人って集めても2億円集まんないと思うんですけど、英語圏では2億円集まるんですよ。京アニってそれぐらい価値があるんですよ。なので京アニ自体はちゃんと頑張っていけると思います。はい、価値があるものをきちんと作ってる人たちってどこかで評価されるんですよ。はい、簡単にお金が、いや簡単じゃないよ。京アニがいつできたかっていうと手塚プロの時代からできたから4 5 0年でしょ。でその時代から本当にいいものを作ってきたから京アニを評価するべきだよね、京アニを支援するべきだよねっていうのが世界の人に理解された話なので、簡単な話は全然ないですよ。真似できないですよこれは。京アニ実名公開についてどうもよくわかんないんだよね。もともとその遺族の人たちが実名出されたくないって言ってるから出したくないって話だと思ったんで、まあそれはそうじゃねえと思ったら、なんか出してもいいって言っていた人たちを出さないでくれと京都警察が言ってるみたいな話になって、どこに真実があるかよくわかんないんですよね。何なんだろうなと思って。こういう場合は様子見です。答えが分かんないんで。京アニ事件の被害者氏名をマスコミが雇用し話題を呼んでいます。フランスはこの辺の情報の扱いどうですか？でもね、出す場合と出さない場合に結構分かれてて、なんだっけ、劇場でテロがあって何十人か亡くなった割と有名な事件があるんですけど、であの時にボランティアで働いていた女性っていうのがいて、自分も被害者なんだけど被害者の連絡の会みたいなところもずっとやってたっていうので、結局最終的に被害者と遺族に1人当たり200万だかもらうみたいな話になって配り始めた時に、そのおばちゃん被害者じゃないっていうことが判明したんですよ。お前そうなのみたいな。今までお金がもらえるっていう話の前からずっと献身的にボランティア団体で働いていて、被害者ですよって言っていて、あそうなんだって言ってみんなで傷を舐め合っていたら被害者じゃないっていうのが分かったみたいなのがあって、なんだろうね、名前を出すのの重要性ってそこかなって思うんですよね。その人が本当に詐欺をやりたかったのか分かんないんだけど、少なくともさ名前が出れば詐欺かどうか分かったんだけど、名前が出てないせいで詐欺かどうか誰も分かんなかったんだよね。でお金が払うっていう時になって実際どこいたの、撃たれた後どこの病院行ったのみたいなの調べたら話が噛み合わないみたいになってバレたっていう、そんなことだったみたいですよ。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。